はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。日本で一番有名な牛の銘柄といえば松阪牛を思い浮かべる人も多いと思います。今日は肉の芸術品と呼ばれる松阪牛を食べています。普段何気なく耳にする松阪牛とは何なのか解説します。それでは早速やっていきましょう。今日は松阪牛をお取り寄せしました。こんな感じで箱に入って送られてきます。早速箱を開けてみましょう。なかなか開かない箱ってありますよね。まず開けると中に領収書とお肉につけるスパイスとお店のパンフレットがついています。そして下にお肉が入っています。紙の包装を開くと中でさらにビニールと紙でくるまれています。開けてみるとこんな感じです。絵に描いたような美しい納得のビジュアルです。今回もサーロインを仕入れました。松阪牛とは三重県松阪市及びその近郊で肥育された牛のことです。もともと松阪地方では古来より薬牛として田島生まれで紀州で1年過ごした雌牛を好んで購入していたそうです。松阪牛という名前は牛の品種のことではありません。品種は黒毛和種で未計算の雌牛という定義があります。松阪牛個体識別管理システムに登録されていること、松阪牛生産区域で肥育期間が最長最終であること、生後12ヶ月例まで松阪牛生産区域に導入され、導入後の移動は生産区域内に限るなどのいろいろな条件があります。さらに田島地方をはじめとする兵庫県から生後約8ヶ月の選び抜いた子牛を導入し、900日以上の長期にわたり肥育した松阪牛を特産松阪牛と呼びます。長期間肥育することにより通常よりもコストとリスクが増えるため、熟練農家により一頭一頭大切に育てられるそうです。まさに肉の芸術品ですね。現在では国内だけではなく海外でも人気が広まっています。松阪牛といえばこの綺麗な霜降りが特徴的です。特に松阪牛の脂肪は不飽和脂肪酸の比率が高いため、乳幼種、交雑種、同じ和牛と比べてもさらに融点が低く、そのため口に入れた瞬間の舌触りが良く、とろけるような食感を感じることができます。カットするとこんな感じです。融点がとても低いため手の温度でも油がすぐに溶けてしまいます。なので取り扱いや温度の管理がとても重要です。それでは早速焼いて食べてみましょう。いただきます。今日はベルギーのティママンフランボワーズを飲んでいます。ベルギーで歴史のあるティママン醸造所で作られたランビックビールです。ランビックビールとは野生の酵母で作られる自然発酵のベルギー伝統のビールのことです。このティママンフランボワーズは自然発酵したビールをオークダルで数ヶ月寝かせて木いちごの果汁を加えてさらに6ヶ月間発酵させます。色は淡いピンク色でシャンパンのロゼのような綺麗な色合いです。蓋を開けた瞬間、木いちごの甘酸っぱい香りがふわっと香ります。木いちごの酸味と甘みのバランスが良く、苦味は少なくとても飲みやすいです。しっかりと冷やしてから食前酒としてや食後にデザート感覚で飲むのもいいですね。それではお肉を焼きましょう。今日は以前使った溶岩プレートでお肉を焼きます。詳しい溶岩プレートの説明はここでは省略させてもらいます。まずは火をつけてプレートを温めます。温まってきたら一緒についてきた牛脂を使ってプレートに油を引きます。しっかりと温まったところで松阪牛を乗せて焼いていきます。少し厚めのお肉は何度か表裏を変えて焼いてあげることで綺麗に焼けます。このジューッという音が食欲をそそります。薄い場合は片面しっかり焼いて裏面はさっと焼くなど好みで焼き方を変えます。それでは焼けたので食べてみましょう。まずはせっかくなので何もつけずにそのままで食べてみます。牛肉の焼けた甘い香りがします。舌触りのいいさらっとした脂と柔らかな肉質で噛むごとに旨味が溶け出します。見て美しく、嗅いで心地よく、聞いて気持ちよく、噛んで柔らかく、食べて満足。これは五感で感じる芸術と言ってもいいですね。せっかくなので次は付属のスパイスをかけて食べてみます。ニンニクや胡椒によってより肉自体の旨味が引き立てられます。シンプルに塩で食べたりわさび醤油で食べるのも美味しいです。生姜醤油とかで少しさっぱりと食べてもいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。松阪牛についていかがでしたか？その地域に根付いた牛の歴史を調べるのは面白いですね。次はあなたの県の牛かもしれません。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。